ねえねえ、すみれ、最近ネットで話題になってる変な投稿について聞いたことある？あの件ね。最近、一部の人たちが男の子に対してひどい投稿をしているって話でしょ？本当にひどい内容だったわね。一体、どんな内容だったの？そうね。ある大人の女性が知らない日本の男の子をボコボコにしたって自慢する投稿をしたことで大炎上したのよ。それって本当なの？そうなのよ。私も理解に苦しむわ。でも、残念ながら、最近 SNS で幼い男の子に対する嘘っぽい投稿が増えているの。例えば、小学生の男の子に性的な目で見られたとか、30歳過ぎた女性2人が3歳の男の子にあざだらけにされたとか。それって本当に嘘なの？そう、明らかに嘘だとわかる内容なのよ。でも、こういう嘘を信じて拡散する人がいるから問題になっているの。へえ、そんな人がいるんだ。でも、そういう投稿をする人って何か理由があるのかな？いい質問ね。多くの人は男性に相手にされないことがきっかけで男性を憎むようになり、そういう投稿をするようになるんじゃないかと考えているわ。なるほど。でも、それって悪循環じゃない？そう、その通りよ。そして今回、またひどい投稿があったの。ある女性がユニクロの試着室で男の子を殴ったって自慢する投稿をしたのよ。それってすごく怖いね。どうしてそんなことしたんだろう？投稿によると、私はユニクロの試着室でわざと着替えている最中に勝手全開に仕上がった見ず知らずの男児に鉄拳制裁を加えてやったことがある。男児の可愛い性的ないたずらに、あらあら、まあまあ、と女たちが目細めてやり過ごす時代は終わったんだよ、と、試着室のカーテンが開いてしまって、それを男の子のいたずらだと勝手に決めつけて殴ったみたいなの。でも、本当にいたずらだったかどうかもわからないのに、いきなり暴力を振るうなんて、本当に残念な出来事よ。もし本当に問題があったなら、店員さんやその男の子の親の元に連れて行って、こんなことがあった、今後気をつけてほしい、とちゃんと注意すればいい話だったわ。そうか。でも、これって暴行じゃない？法律的にもダメなんじゃないの？その通りよ。児童福祉法等改正法で、すべての子供への体罰は禁止されているの。だから、この行為は完全に違法なのよ。じゃあ、なんでそんな投稿したんだろう？普通に考えたらダメだってわかりそうなのに。そうね。おそらく、女性は何をしても許されるという間違った考えを持っているんじゃないかしら。でも、それは全くの誤りよ。そうだよね。でも、こういう投稿って他にもあるの？残念ながらあるわ。例えば、ある人は、男の子の親になったら、フェミニズム教育をしたい、なんて投稿をしているの。フェミニズム教育？それってどういうこと？その投稿者の言葉を借りると、人権意識強めのフェミニズム教育をガチガチにしてみたい、ということらしいわ。でも、そもそも男性を嫌う人が男の子の親になるなんておかしな話よね。そうだね。そんな教育受けたら、子供がかわいそうだと思う。その通りよ。子供の人権を全く考えていないのよね。こういう考え方は、逆に言えば、ヒステリックじゃない理性的な女を育てるために娘が欲しい、と言ってる世の父親と同じくらい問題があるわ。なるほど。でも、こういう投稿ってたくさんの人に見られてるの？そうなの。驚くことに、こういう投稿にたくさんのいいねがついているのよ。現実社会と SNS の違いを感じずにはいられないわ。それって怖いね。でも、批判的な意見もあるんでしょ？ええ、もちろんよ。多くの人が、そんなことをして自慢するなんておかしい。子供に対してひどすぎる。そういう考え方自体が差別的だ。と批判的な意見を述べているわ。よかった。みんながおかしいって思ってるんだね。そうね。でも問題は、こういう過激な投稿をする人たちが増えていることなの。最近では、男児なんか銭湯に連れて行かなくてよい。家のシンクででも体洗っとけや。なんて明らかに行き過ぎた発言をする人も出てきているのよ。それってすごく差別的だよね。どうしてそこまでいるんだろう？そうね。おそらく、彼女たちは日頃から男をどんなひどい目に遭わせるのか、どういう投稿が仲間に受けるのか、ということばかり考えているんじゃないかしら。それってすごく悲しいことだと思う。でも、なんでそんなことになっちゃったんだろいい質問ね。多くの人は、こういう人たちは性格の悪さから周りから孤立して、暇を持て余しているから妄想が膨らんでいくんだと考えているわ。う？なるほど。でも、そういう人たちって現実でも同じように行動するようになったりしないの？そこが問題なの。実際に、鉄拳制裁をしたという投稿もあるくらいだから、いずれ現実でも行動に移す人が出てくるかもしれないの。うわ、それは本当に怖いね。どうにかならないのかな？そうね。こういう行為をした人はちゃんと逮捕されて、自分が何をしたのかちゃんと自分の行動を反省させるべきだと思うわ。そうだね。でも、なんでこういう人たちが増えているんだろう？それはね、最近オタクからも反撃されるようになったから、反撃されない男の子に矛先が向いているんじゃないかと言われているの。
それってますます卑怯じゃない？そうね。いい年をした大人が男の子を悪者扱いしてマウントを取るのは本当に恥ずかしいことだと思うわ。私もそう思う。でも、こういう人たちって自分たちが嫌われてるって気づかないの？それが問題なのよ。彼女たちは自分たちの行動がどれだけ問題かを理解していないの。だからこそ多くの人がなぜ自分たちが煙たがられるのかそろそろ考えてほしいと思っているのよ。なるほどね。じゃあ今日はこの辺で終わりにしようか。みんな最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。